ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。ところで皆様、有料の着席サービス的な列車を利用したことはありますか？鉄道の有料着席サービスとは、通常の切符に加えて専用の座席指定料金を支払うことで確実に座って移動することのできるサービスです。皆さんが普段使うような通勤列車の一部に見られるサービスで、特急券より若干安価な座席指定券が多くの場合必要です。もちろん有料の特急列車でも似た性格の列車が存在し、着席需要に対応することが主眼の特急列車も存在。中には新幹線がその需要を受け持つ場合も存在しております。これらの有料着席サービス列車についてですが、追加料金がかかるから人気ないのではと思うかもしれません。しかし路線によっては多くの人に活用され、とても大成功しているサービスもあります。そのようなサービスとしましては、一体どのようなサービスがございますでしょうか？そこで今回の動画では、大成功しまくった有料着席サービスというテーマに焦点を当てた上で、そのような有料着席サービス及び列車を8種類ご紹介して簡単に解説をしていきます。それでは本編へどうぞ。南海電車特急仙北ライナー。一つ目は南海電車の特急仙北ライナーです。2015年から運行を始め、大阪の難波から高野線、仙北高速鉄道線経由にて泉中央、仙北ニュータウン方面までを結びます。難波泉中央間の所要時間は最短29分で運転しており、それまでの区間急行が最速31分であるところ2分短縮され、この間を初めて30分切りで運転する電車でもあります。通常運賃に加え520円の特急料金を払うことで乗車でき、全車座席指定の特急列車であるため確実に座ることができます。車両は以前特急林間で使用されていた1万1000系が当初投入され、その後この列車向けに仙北高速鉄道保有の1万2000系も投入。1万2000系は金色ベースの外装が特徴で、一目見て他とは違う電車ということがわかる仕様となっており、2024年にデザインを新たな装いのものとしています。ただし仙北ライナーを含めて高野線系統の特急車両は常に予備車両なしの綱渡り状態での運転とされており、3万系や3万1000系が検査入場する時などにおいて、1万1000系が林間に転用され使用できない場合や、使用する1万1000系や仙北高速鉄道1万2000系の検査時は、南海本線から車両を借りて仙北ライナーに当てることで主に対応し、基本的には1万2000系サザンプレミアムを借りるのですが、3万系が小原田検車区内で脱線事故を起こした際には、5万系ラピートを一旦高野線系統の所属車両として、それを1万1000系の代わりに仙北ライナーに充当しておりました。そんな仙北ライナーは仙北ニュータウン居住者向けに有料着席サービスを展開する性格を持つ特急列車です。そのため朝と夕方から夜にかけての時間のみ、主に通勤通学時間帯中心の運行とされております。停車駅は新今宮、天下茶屋、仙北高速鉄道線の泉ヶ丘、戸上北、光明池、泉中央のみ。運行距離はたったの 27.7km と特急列車はもちろんのこと、有料着席列車としてもかなりの短距離なのですが、それでも仙北ライナーは大成功を収めています。その理由は何でしょうか？主な理由としては仙北ニュータウンエリアのすべての駅、仙北高速鉄道線所属駅では中本と深井以外のすべての駅に停車するというのがあります。ところで一般的な有料着席列車において、区間に限ったとしても各駅に停車する事例はあまりなく、夕方以降だとフリー乗降区間としてその事例がありますが、朝にも一部区間で各駅に停車する事例ですと、JR 常磐線の特急ときわ52号、54号の土浦、龍ヶ崎市間、拝島ライナーの小平、拝島間などしか浮く主は知りません。そのためニュータウンのどのエリアに住んでいても、基本的に確実に座ることができる形態となっております。特に朝の通勤時間帯の需要が高くなっており、
最もピークの時間になる64号は満席になることもしばしばで、6両編成のラピートでも満席になることが多かったです。また平日のみならず週末や祝日にも運行しているため、大阪市内への買い物、観光、レジャーなどでの利用にも対応しており、通勤通学だけでなくプライベートでも快適に移動したいという乗客の需要にも応えることができています。さらに仙北ライナーは単発での有料着席サービスのほか、有料着席サービスを定期券としても販売しているという特徴があります。特定の列車に限り同じ時間の列車、座席を1ヶ月9480円で販売しており、購入すると1ヶ月間平日、土日問わずその列車の座席が自分のものになるのです。19日以上乗ると元が取れるという料金設定も絶妙で、これも利用率の高さに結びついています。運行開始当初は半信半疑な意見が多かったものの、通勤客の需要をがっつりつかめたことで大成功を収めている仙北ライナー。利用客の時間帯がバラバラになる夜間帯の利用率を中心に、まだまだ課題も残っているそうですが、これからも仙北ニュータウンエリアの通勤ライナーとしての地位を確立し続けることでしょう。京急モーニングウィング号。2つ目は京急のモーニングウィング号です。2015年から運行を始め、朝の時間に横須賀中央、もしくは三浦海岸から品川までを1時間20分ほどで運転しています。平日朝に3本が運行され、1号のみ横須賀中央始発、その他の2列車は三浦海岸始発にて運転がなされており、停車駅は三浦海岸、横須賀中央、文庫、上大岡、品川のみ。5号のみ品川止まりではなく泉岳寺行きとされ、品川、泉岳時間は乗車券のみで乗車が可能です。乗車には通常運賃や定期券などの有効な乗車券に加え、300円の座席指定券、ウィングチケットが必要なほか、1ヶ月5500円の定期指定券、ウィングパスも発売されており、これらの購入で確実に着席して移動が可能です。車両は昼間時間帯や休日は快特で主に使用されており、変換式クロスシートの車内を持つ2100型8両編成が使用されますが、3号のみ基本編成に新1000型1890番台ルシエル4両編成が用いられ、文庫で前に増結車として2100型8両編成を増結し、文庫、品川間は京急最長の12両編成となります。モーニングウィング号の一番のポイントとして、上大岡を発車すると次は品川までノンストップで運転するところがあります。一度乗ると品川まで降りることができないだけでなく、こちらは JR 東海道線の特急湘南にも言えることなのですが、間にある横浜や川崎といった主要駅は停車すらしません。これが通勤客の需要にぴったりはまり、混雑に巻き込まれることなく快適な通勤ができるため、利用客からは非常に好評となっているのです。特に文庫以南では文庫以北で12両運転するための増結車があり、文庫でそれに並べば着席することができますが、上大岡では着席できる電車がほとんどないため、上大岡からモーニングウィング号に乗車する乗客が非常に多いです。また神奈川県内の停車駅は乗車専用駅となっており、加えて乗車駅ごとに座席指定車両が決められている点も特徴です。三浦海岸6時9分発のモーニングウィング3号を例にしますと、三浦海岸の乗客は基本編成4号車の一部座席、横須賀中央の乗客は基本編成1号車から4号車全車の余りに割り振られ、次の文庫からの乗客は増結した8両編成のうちの10号車から12号車、残りの5号車から9号車の5両は上大岡からの乗客に割り振られるといった形の座席指定形態になっております。これにプラスしてモーニングウィング号運転開始時に整備された選択式ドア開閉機構による一部ドアのみの開閉機構を使うことで、車両のドアは乗車時以外品川まで開くことがないこともあり、品川まで静かに通勤ができることも人気を支えています。このような特殊な運行形態にすることで、遠方からの通勤客の需要を取り込めたモーニングウィング号、
座席指定券もリーズナブルなため非常に好評となっており、1号と3号は毎日ほぼ満席での運転となっています。一方で5号は少しピークから外れることなどもあり、比較的乗車率はそれほど高くないものとなっているのですが、ダイヤ改正による運転時間前倒しなどが功を奏して、近年では乗車駅によって満席になる事例も出始めております。ピーク時間帯の運行になるためこれ以上増やすことは難しいですが、この需要の高さを考えるとさらなる増発、そして1号の12両運転も可能性があるでしょう。実際に現在の1号は2019年に後から増発されたものです。東急大井町線9シート。3つ目は東急大井町線の9シートです。東急大井町線の9シートは2018年から運行を始め、田園都市線直通の長津待機急行電車のうち、平日の17時以降に大井町駅を発車する一部の3号車に設定されています。通常運賃に加えてサービス開始当初は400円、現在は500円の座席指定券を払うことで確実に座ることができ、大井町線の大井町二子玉川間の急行停車駅であれば、どの駅からでも座席指定席を購入すれば利用できます。当日券しか購入することはできませんが、帰宅ラッシュの時間帯は必ずと言っていいほど満席となっています。その理由はやはり田園都市線が混雑しすぎであるということでしょう。かつての田園都市線の混雑率は全ての列車を平均してもラッシュ時には 180% を超えるとも言われており、車内では身動きすることさえ困難な状態となります。そのため田園都市線の二子玉川溝の口間の複々線化およびそれに伴う大井町線の溝の口延伸などを実施。これと前後する形で大井町線内でも大規模改良工事が実施され、それを受けて2008年より急行電車の運転を実施を開始し、さらにダイヤ改正を経るごとに急行電車を中心として田園都市線へ直通運転する大井町線電車も増えております。この関係などもあり沿線住民にはあえてここに乗り入れている大井町線を使って通勤している人もいるぐらいです。そのため渋谷からの田園都市線の混雑に巻き込まれたくない田園都市線ユーザーが多く利用しているものと考えられます。全部で8編成ある大井町線の急行用電車のうち、その半数にあたる4編成のうちの1両しか連結していない上に、早めの時間帯は連日満席お礼の大井町線9シート。現在9シート設定列車は約30分に1本の割合で運行していますが、今後は9シート設定列車の増発もあり得るでしょう。しかしこの成功を受けて東横線でも導入したら、大井町線とは逆に失敗をしてしまう失態を起こしています。そちらについてはすでにこの動画で紹介をしているため、よろしければこちらの動画にアクセスしてご覧ください。東武東上線 TJ ライナー。4つ目は東武東上線の TJ ライナーです。2008年6月から運行を開始し、平日朝の上りは森林公園から池袋まで、夕方から夜にかけての下りは池袋から小川町までを結んでいます。また便数は減少するものの、土日祝日にも運行しています。座席指定料金は乗車駅で異なっており、池袋に向かう上りの場合は通常価格470円ですが、富士見野からの乗車の場合は370円に割引。一方で下りの場合は通常価格370円ですが、富士見野以北からの乗車では一般の電車と同じ扱いで無料となります。使用車両はこのために製造された5万系5万90型が専属で用いられています。5万90型はすでに近鉄電車の LC カーにおいて実用例があるクロスシートとロングシートをスイッチで切り替え可能なマルチシートを首都圏の鉄道事業者で初めて本格採用。この構造は本家の近鉄電車では閑散時間帯などにてクロスシートモードで運行することによってサービスの向上を狙ったものとして導入したのですが、東武では通常時はロングシートモードで一般の電車として用い、座席指定券を徴収する電車ではクロスシートモードとすることで、
専用の特急型電車が在籍していない通勤路線でも有料列車を走らせるためのヒントを各社に与えた先駆けとも言える電車です。そのためリクライニングなどの機能はないのはもちろん、最近の有料着席サービスに見られるようなコンセントもありません。しかしこの電車は非常に好評で、運行開始から15年以上も愛され続けています。この理由はどこにあるのでしょうか。この理由としては、池袋、富士見野間に停車駅がないというところにあります。池袋、富士見野間には急行停車駅の成増や和光市、JR 武蔵野線と接続する朝霞台などがあるのですが、TJ ライナーはこれらの駅を通過して池袋から 24km 離れた埼玉県の富士見野までノンストップで運転します。さらに東上線は池袋、東松山間を中心に住民が多いことに加え、利用者が多い区間が比較的長距離となっている点があります。そのため埼玉県から都内に通勤しているビジネスマンが確実に座って移動できる着席サービスということで、利用客の需要にマッチしているのです。また東武東上線は関東では増しといえ混雑率が高い路線となっており、すべての列車を平均しても混雑率 140% 弱。設定前の朝ラッシュで最速種別であった急行では混雑率が 180% に迫るものもあるほど混雑しています。東部で一番稼ぐ路線が実はこの東上線となっており、池袋発着列車は TJ ライナーが設定されたダイヤ改正以降すべて10両編成化されたのもこの混雑に対処するものということができます。そのため平日毎日利用しているビジネスマンが TJ ライナーを使いたくなるのも無理はないでしょう。また運行本数が非常に多いのも TJ ライナーの特徴です。夕方からの下り列車は17時から運転されているほか、2016年に設定された平日朝の上り列車は現在では5本。夕方の TJ ライナーについては24時まで30分間隔でなんと15本も運行されています。土休日はダイヤが変わるのですが、それでも朝に3本、夕方からは17時から22時まで30分間隔で11本あります。購入方法も券売機とオンライン購入の2つの方法があり、好きな時間に乗りたい時間の指定券を買い、気軽に乗ることができるようになっています。TJ ライナーは埼玉県内の利用客にターゲットを絞って始まり、マルチシートを用いた有料着席サービスの先駆け的存在です。それが今では移住者への補助として、TJ ライナーの座席指定券購入費用の一部を出しますといった自治体が現れるほどまで確固たる地位を築き上げたのです。西武新宿線拝島ライナー。5つ目は西武新宿線の拝島ライナーです。拝島線の臨時特急列車として一時期運転されたデータをもとに2018年3月のダイヤ改正から運行を開始し、朝と夕方のラッシュ時に拝島、西武新宿間を約48分で運行しています。車両についてはロング、クロス転換シートを備える4万系0番台をクロスシートモードにして使用しており、当初は6編成あるうちの2編成を新宿線所属としていましたが、2020年4月以降は全6編成が池袋線系統に配属され、このうちの4編成を主にエストレーン向けの車両として使用し、うち2編成は新宿線系統が借りて主に拝島ライナーで使用しています。上り西武新宿行きと下りの西武新宿、高田馬場乗車時は、通常運賃に加えて400円の座席指定券を払うことで確実に座れ、下り列車の小川、拝島間は指定券なしで乗車できます。そんな拝島ライナーが人気な理由としては、拝島線内は各駅に停車してくれるというのが挙げられます。ほとんどの有料着席サービス列車については、快適かつスピーディーに乗客を運ぶため停車する駅が限られていますが、拝島ライナーは新宿線内は高田馬場にしか停車しない一方、拝島線内に入ると終点の拝島まで各駅に停車してくれるのです。これは拝島線内の玉川上水、拝島間が単線区間となっており、むやみに電車の本数を増やせないという事情が関係しますが、それが結果として拝島線沿線のどこに住んでいても有料着席サービスを利用できるということで、
沿線に住むビジネスマンに人気となっています。ちなみに2023年3月に新設された上り拝島ライナーは、各駅停車を同じ方向で2分後に続行させることによって、単線区間の輸送力確保と拝島ライナーの運転を両立しています。拝島ライナーは拝島線沿線利用客にとって、結果として非常に優しい運用をしていることにより、平日は毎日ほぼ満席になるほどの人気となっています。なお西武新宿線、拝島線は拝島、新宿、西武新宿間など、一部区間で殺人的な混雑を見せる JR 中央線、青梅線と競合しており、中央線の混雑を避けた利用も一部にはあるでしょう。JR でもこの着席サービスに応えるため、新宿と青梅を拝島経由で結ぶ特急青梅号を運転しておりますが、特急青梅号は特急列車ということで特急料金が比較的高額、かつその運転本数もかなり限られておりますので、この需要も拝島ライナーが一部になっている可能性があります。ただし中央線では2025年3月以降、待望の普通列車グリーン車サービスが登場します。その際若干拝島ライナーの旅客流動に変動があるかもしれず、そこは中止していく必要があると言えそうです。京阪電車プレミアムカー。6つ目は京阪電車のプレミアムカーです。2017年から主に特急で用いる電車に1両連結されており、大阪の淀屋橋と京都の出町柳の間で利用できます。当初は8000系エレガントサルーンのみの連結でしたが、好評を受けて2021年から3000系コンフォートサルーンにも連結。2022年のダイヤ改正で特急を含めた京阪電車の減便と昼間時間帯における快速急行の復活があった影響で、現在は大半の特急と快速急行で主に乗車できます。なお料金は乗車する距離によって変わりますが、400円か500円に設定されています。そんなプレミアムカーが大成功を収めた理由は、なんといっても追加料金に見合わない設備、サービスの充実さがあります。Wi-Fi 設備の完備はもちろんのこと、パナソニックのナノ EX 発生装置による空気清浄機を設置。座席数は複数人でも1人でも利用できるように、2列足す1列の配置で計40席のみに絞られているだけでなく、その座席もかなりリクライニングが倒れる超豪華仕様です。座席と座席の間のシートピッチも 1020mm と広く、さらに全席にドリンクホルダーとテーブルが完備され、それだけでなくもちろん全席に充電用のコンセントも完備。加えて早朝、深夜帯以外は専属のアテンダントがつき、大型の荷物も専用のラゲッジスペースで管理してくれたりと、もはや至れり尽くせり状態と言わんばかりの状態なのです。かつてはアテンダントに一声をかけることによって、携帯用充電器やブランケットの貸し出しサービスもありましたが、こちらは残念ながら現在廃止されてしまっているようです。もちろん座席指定券の購入方法も簡単で、ウェブ予約だけでなく駅の窓口、一部の駅にあるキャッシュレス券売機と様々。車椅子の利用者も前日までに駅の窓口で申し込むと、専用の席を確保してくださったりしてくれます。また大阪の淀屋橋と京都の出町柳という観光の起点となる2拠点をダイレクトに結んでいることもあり、平日はビジネスマン、土日は観光客が主に利用し、毎日需要が途切れることがないというのも、プレミアムカーが人気であり続けている理由になっています。このようなことから常時運行しているにもかかわらず、利用率は1日平均で 75% と驚異の数字を出しており、利用者も開始当初の3倍以上になっているという、まさしく大盛況ぶりとなっています。そのため、2025年には3000系のプレミアムカーをさらに1両増やし、2両に増やす計画も発表されているほど、これに刺激されるかのように JR 西日本はチートに AC と、阪急電車では京都線の特急電車にプライベースと、競合路線でも有料着席サービスの導入が進んでおります。果たしてこれ以上に成功する有料着席サービスは、これから現れることはあるのでしょうか。京王線、京王ライナー。
7つ目は京王線の京王ライナーです。京王ライナーは2018年2月ダイヤ改正から運行を開始し、朝と夕方以降の通勤通学ラッシュ時間帯を中心に、橋本または京王八王子と新宿の間で運行しています。また土日祝日にも運行されており、買い物需要などでも利用することが可能です。車両はデュアルシートの座席を装備した上で、京王ライナーのために新規に製造された2代目5000系。京王ライナーをはじめとした有料着席列車においては、これをクロスシートモードにして使用しております。2019年に製造された 5736F までの編成においてこそ、リクライニング機能はございませんでしたが、それでもこの手の座席としてはかなり上質な掛け心地であり、さらに2022年に増備された 5737F 以降の編成では、なんとリクライニング機能がついたデュアルシートを搭載。これによって有料列車充当時における快適性向上と、それまでのデュアルシートの弱点となっていたロングシートモードでの通路幅拡大を両立しました。座席指定券は410円でウェブもしくは券売機で購入でき、ウェブ購入ではよくあるクレジットカード決済のほか、PayPay を使用してでの購入もできるようになっています。車内の設備はトイレやテーブルはありませんが、Wi-Fi、コンセントが全席に完備されており、ナノイー搭載の空気清浄機が設置されています。ところで新宿、京王八王子間と新宿、橋本間の普通運賃は IC カードでの乗車時において409円となります。そこで京王ライナーを利用するとほぼ倍の料金になるのですが、それでも利用客の間では人気となっています。大きな理由としては、新宿駅から発着するというのが挙げられます。1日あたりの利用客が65万人を超える駅のため、ラッシュの時間帯では座るどころか目的の時刻の列車に乗り込むことさえ難しい状態です。そんな中で確実に目的の時刻の列車に乗れる上に座れるとなると、倍の値段でも払ってしまうのは無理もないでしょう。また京王線新宿駅の真上には京王百貨店があるため、座席指定券を確保しておけば発車時刻まで時間が余っても、その間に京王百貨店でお買い物を済ませたり、少し遅めの時間を予約して食事をすることもできます。このような需要もあるためなのか、特に20時前後の列車では発車前からチケットの完売放送が流れるほど、京王ライナーは大盛況となっています。帰宅ラッシュ時間帯の京王ライナーに関しては、京王線では府中、相模原線では長山より先について、それ以降は座席指定券が不要となっております。当然ですが座席が空いていれば座っても構わないため、短距離の利用客にも優しい運用となっています。なお使用車両の5000系は今年度 5739F と 5740F が増備され、この増備をもって全10本が落成し増備完了となり、以降は新型通勤電車の酒番バスピスくんこと2000系の導入へ切り替わります。これによって京王ライナーやマウント高尾号といった有料着席列車のさらなる増発も期待されています。便利な有料着席サービス列車としてすっかり京王線の顔となった京王ライナー。この5000系は都営新宿線への直通運転にも対応している一方、都営地下鉄の方針なのかは知らないのですが、京王ライナーは京王線内完結での運転が続いており、今後は同じく都営浅草線への直通に対応した2100型や新1000型1890番台を使用して運転する京急のウィング号ともども、都営新宿線への直通運転も期待されるでしょう。国鉄ホームライナー大宮。最後の8つ目に紹介するのは国鉄のホームライナー大宮です。ホームライナー大宮を語らずしてこの題材は語れず、まさしくホームライナー大宮が大成功してこそ、今の有料着席サービスの盛況があると言えるのです。もともとは平日の夜に各地から特急列車として上野に到着した多数の特急型電車を東大宮まで回送する際に、この回送列車がもったいないから何か活用できないかということで、1984年6月に試験的に始まったものです。そのため当初は長野方面から朝間号としてやってきた
12両編成の特急電車のうちのたった4両しか乗車できず、残りは完全に締め切り、列車の名称もない運用をしていました。追加料金は300円で、停車駅は上野と大宮のみ、赤羽と浦和は停車せずノンストップで運転していました。しかしコーヒー1杯の値段で快適な特急電車に着席できると、このサービスはたちまち大好評を得ることになり、すぐさまホームライナー大宮と命名されました。本数も常磐線からの特急日立でやってきた車両を使い、同年9月には1日2本から3本に増発、加えて全車両に乗車できるようになっただけでなく、翌1985年3月ダイヤ改正で1日5本の運転になり、さらに1986年には途中浦和にも停車を開始。1987年には金沢から特急白山でやってきた車両も使い、ホームライナー大宮は1日6本の運転に発展したのです。また行き先も後に大宮から延長されて運転され、東北線、宇都宮線方面はホームライナー古賀として古賀まで、高崎線方面はホームライナー鴻巣として鴻巣まで延長。最終的には車両の老朽化や新幹線通勤の普及、2004年より宇都宮線、高崎線でもサービスが始まった普通列車グリーン車などに譲ることになった結果、ホームライナー古賀は廃止となってしまい、ホームライナー鴻巣は特急スワロー赤城になって廃止されましたが、これもホームライナー大宮の成功がなければ実現していません。ここまでホームライナー大宮が好評となった理由ですが、定期券でも特急列車に座れる運用が当時としては非常に画期的だったというのがあります。1980年代はバブル経済の時代でもあり、首都圏の労働者は郊外のベッドタウンに家を構え、都心へ通勤するというケースが増えていました。もちろん大宮はベッドタウンの一つであったため、上野からのほとんどの利用客は通勤定期券を利用していました。しかし旅客営業規則では原則、特急券や指定券がいる列車に定期券では乗れないと定めているため、特急と同じ運用方法では利用することができません。現在新幹線も含めて特急列車に定期券で乗車ができるのは、この旅客営業規則に例外規則を設けて実現しているためで、規則外の場合は現在でも特急の乗車に定期券を乗車券とすることは不可能です。そこで座席指定できない着席券という形で着席サービスを販売することで、自らの旅客営業規則に反することなく、全員に利用機会を与えることができる運用になったのです。コーヒー1杯程度の値段で特急車両に座ることができ、しかも早いとあって通勤客からは大好評。さらに国鉄としても増収につながる結果となり、上野駅は当初1ヶ月で100万円も収入が上がったといい、ここから全国に向けて普及していきました。JR になった後もホームライナーの拡大は続きましたが、JR 東日本では車両の老朽化や特急への格上げ、通勤列車へのグリーン車の連結などにより徐々に運行本数は減少。2021年に湘南ライナーなどの東海道線系統のライナー列車が車両置き換えとともに特急列車化されて、特急湘南へと改組されたことで JR 東日本からは姿を消しました。しかしホームライナー大宮の成功がなければ、現在のような有料着席サービスの拡大にはつながらなかったことでしょう。いかがだったでしょうか？今回は大成功しまくった有料着席サービスをテーマとして、そのような有料着席サービスを8種類まとめてみました。今回取り上げた有料着席サービスはこれから述べる8種類であり、南海電車、特急、仙北ライナー、京急、モーニングウィング号、東急大井町線、Qシート、東武東上線、TJ ライナー、西武新宿線、拝島ライナー、京阪電車、プレミアムカー、京王線、京王ライナー、国鉄、ホームライナー大宮となりました。この動画が良かったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道など交通に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。
チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。